はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ね、ご紹介するのはこちら。はい。フランス料理のスープの王様、コンソメスープですね。こちらですね、今回作るにあたりまして、せーの、ドン。はい。こちらフォンドボライユ使わせていただきます。はい。こちらをベースに、コンソメを作っていくというような形ですね。で、今回ですね、こちら作るにあたりまして、いかにですね、このコンソメの一滴一滴がすごい貴重であるかという、通称王の雫なんですけども、こちらをね、ご紹介しながら、この、透き通るね、この琥珀色でかつ透き通る、そして味が凝縮されているこのテクニックをね、皆さんにご紹介できたらなと思っておりますので、早速やっていきましょう。それじゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい。では材料の紹介です。ではこちらね、ミルポアになりますね。まず、こちらセロリですね。で、人参。で、玉ねぎ2つ用意してます。こちらは、みじん切りにする方。で、こちらは輪切りにして、焦げ目をつける方の玉ねぎ、ご用意ください。はい、今回はね、鶏胸肉のミンチと、あと牛のミンチ用意してます。はい、こちら卵白ですね。で、こちらがトマトになります。で、こちらフォンドボライユになりますね。で、玉ねぎはまずこちら一つは輪切りにして、こちらグラニュー糖を振ってください。グラニュー糖を振ってで、放置させます。で、玉ねぎはみじん切りにしていきます。こんな感じで、切れ目を入れて、でザクザクといっていただいて、であとはもうみじん切りで切っていきます。で人参も同じようにまずスライスして棒状にしてでみじん切りにしていくという感じですね。でセロリも同じようにまたみじん切りで、これ大変でしたらフードプロセッサーとかあとブンブンチョッパーとか使っていただいて全然 OK です。こんな感じになれば OK です。ではこちらまず鶏のミンチを入れて、牛ミンチ入れていきます。でここで1回混ぜましょう。1回ここでしっかり混ぜましょう。でそこに、ミルポは入れていきます。で、ここでトマトペーストも入れちゃってください。でここで1回混ぜます。ここでしっかりまず混ぜてください。全体をよくここで混ぜることですね。こんな感じで。でそうしましたら卵白を入れていきます。ちょっとね2回ぐらいに分けて混ぜていきます。ここでもしっかり混ぜることが大事です。ここはもうかなり重要ですので、全体にねよく馴染むように全体にこう卵白が行き渡るような混ぜ方をしてください。こんな感じで OK です。で、玉ねぎね、こんな感じで水分出てきますので、もうこのまま放置してください。では、フォンドボライユを入れていきます。ちょっとね、深めの鍋に、切り替えましたね。で、ここで、このミンチをしっかりこのフォンドボライユに溶かしてください。ダマにならないようにしっかり混ぜることですね。こんな感じに混ざってれば OK です。で、そこから初めて弱火で火をかけていきます。必ず混ぜ切ってから火を入れてください。ではここから弱火でゆっくりやっていきます。で、ここからですね、こう底面をやった時にこうキュッキュッて音がします。聞こえますかね。この音ですね。でこの音がするということは卵白が固まり始めてきている証拠です。この音がちゃんとねなくならないようにやってください。である程度いったら金串を入れて温度を確かめてください。
で、しっかり温まっていれば OK です。だいたいここで60度ですね。で、その間に玉ねぎを焼いていきます。では油をひいて、で、砂糖がついている方の面を下にして、でしっかり焦がしていきます。こんな感じで焦げてれば OK です。でこちらはねまだ白い部分があるので、そのままもう一回焼き続けます。いい感じですね。で、この端の方がねふつふつっとなってきましたね。これがだいたい今80度になってきたってところですね。実際に測ってみましょう。だいたい80度前後ですよね。でここになってきましたら卵白がもう固まってきてますので、ここで一旦ね、上澄みのアク等々があればそこはもう取っちゃいます。どうでしょう、もうこの時点でほぼクラリフェができている状態になってます。で、真ん中にねちょっと通しを作って、ここもねゆっくりやってあげてください。そーっとやってあげれば大丈夫です。でこの真ん中のところに玉ねぎを放り込んでいきます。これはですねキャラメリゼしたこの色素をですね、スープの方に溶かしていくっていうような工程になります。これが結構琥珀色の重要なポイントになったりしますね。ではこしていきます。こういったリードペーパーを必ずかまして、で、スープを入れていきます。ただしそーっと入れていきます。綺麗な色ですね。ここでもそーっと入れていきます。このリードペーパーが油を引っ掛けてくれる部分もあったりはするんですけども、できるだけね、こうそーっとやっていってあげてください。いい色ですね。完璧です。で最後はねここゆっくりねそーっと出し切っちゃいます。で浮いている油はこういう風にねペーパーをちょっとね上澄みのところだけスッとやって、ですぐ引き上げてあげれば油の大部分のところは取れます。それでもまだ残ってますね。一回これを冷やし固めます。で冷やし固めるとこんな感じですね。で、フォークとかですねスプーンで、スッとね油を取っていってあげてください。どうでしょうか。王の雫、ここまでの透明度が出すことはできます。では盛り付けていきます。白磁のね、ベルナルドご用意させていただきました。王の雫コンソメです。いかがでございますでしょうか。では実食です。強いね。
ンソメを入れて沸かしてやったんですけども、味付けするときはもう本当に塩ちょっとだけ入れただけですね。もうそのちょっとの塩で口に入れた瞬間にこうふおーってこう一気に広がる、これはもうコンソメにしか出せない技だなと思います。さすが王の雫ですね。完成された一杯だと思います。ぜひお試しください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。王の雫、コンソメでございましたね。で、ここからはですね、ちょっと専門的なお話をさせてください。まずですね、ポイントの方を挙げていきます。まず一つ目ですね。卵白はですね、最初にまず全体によく馴染ませてください。これは結構大事なところです。まずミンチにですね、しっかり混ぜてから、ブイヨンを入れていってください。で、次、フォンドボライユを入れた時ですね、この時にフォンドボライユを入れて、そのミンチをですね、こう馴染ませてこう溶かしていくんですけども、ここはダマにならないようにしっかり溶かし込んでください。ここ結構重要です。はい。で、その溶かし込んでからまず弱火でゆっくり火をかけていってください。はい。で、ここからがですね、ポイントの温度帯のところになってくるんですけども、なかなかね60度の温度帯って、こう難しいなとは思うと思うんですけども、我々ね料理人とかはこう金串プッと入れて、でこう下唇に当てた時に、大体ね肉の火入れ、の温度帯でセニャンアポワンっていうのが60度前後の近い温度帯になってくるので、そこで判断したりするとは思うんですけども、温度計とかあったらそういったものを使っていただいても全然 OK かなと思います。で、この温度帯になったら必ず手を止めてください。必ず止めましょう。固まるまで混ぜるではなくて、固まり始めたら止めるなんですね。で、なぜかということなんですよ。まずですね、この卵白が固まり始めてくるのが60度なんですね。で、固まり始めてきたらもう混ぜないでください。混ぜないでゆっくりほっといて、その弱火のコトコトしたところで、この固まり始めるところをこうキューッとですね、その卵白に、吸着させていく時間を与えなくてはいけないんですね。で、この時にもできるだけ弱火で、だいたいですね、卵白が固まりきるのが80度って言われるんですけども、この75から80度ぐらいですよね。で、この60度から75度の時間をできるだけ長くするんですね。ですのでここは極力、弱火でいった方がいいです。はい。当然ね、厨房とかの、でっかい施設になってくると、いや、それはなかなか難しいなっていうのはあると思うんですけども、ここをどれだけ火加減を、鬼になれるかなんですよね。ここで、しっかりやって、80度で、固まった温度帯で、こう、見ていったときに、もう、こうクッとねこのアクをすくった時にもうその時点で、かなりクリアだったのはわかると思うんですよね。であそこからしっかりね時間をかけて煮詰めて味を濃縮していくっていうような今度工程に変わっていくっていう感じなんですよね。で、次ですね、この時に、こう80度になりました。じゃあこれから色をこう味をねこう詰めていくっていう時に、しっかりしたね玉ねぎの焦がしたものをこう加えてあげてください。これはグラニュー糖を加えて表面をまずね水分出させて、でその水分は絶対拭かないで、その水分をつけたままその面をフライパンでしっかり焼いて、色をねちゃんとキャラメリゼ、していただいて、それを放り込んでいただければ OK です。はい。で、お次ですね。油の部分なんですけども、ここはですね、ペーパーを使って拭っていくのもありですし、あと一回固めてからフォークスプーンですくうと言ってですね。で、フォークを使うというのは大きな油の塊があった場合はフォークでこうスッと刺していくとポコって取れるので割とロスがなくいけるんですけども、どうしてもねスプーンですと若干ねロスが出てしまうので、そこだけね気をつけなきゃ
ね、取捨選択して、フォークとスプーンの使い分けっていうところですよね。で、まあ、取ったものはね、また別のところに、例えば他のフォンドボライユの方に、もう一回入れてとかっていうことをやったりは当然いたしますので、はい。というところですね。それで、最後の、もう、我々、料理人にはですね、最後スープお客様に出すっていう時にどこを見るかっていうと、そのスープの水面に油が一滴も浮いてはいけないっていうことなんですよ。これ浮いてたら、もうダメっていう一回それ下げてくださいって言って、油を全部取って、で間違いなく油が浮いてないのを確認してからお客様にご提供してます。はい。それぐらいですね、やっぱりこのコンソメというのは完成されたひとしずくをお客様に提供しなくてはいけないので、かなり気張りますね。ですが、絶対にお客様を黙らせる自信はあります。っていうぐらいのフランス料理をする料理人たちの一つの誇りだったりもします。はい。という意味でね、結構そのコンソメっていうのがフォーカスされるところをよくねフォーカスされるのはクラリフェって言って、清らかにする、綺麗にね澄んだスープにするっていうところだったりとか、あと原材料費がすごい高い、そこがねすごいフォーカスされるんですけども、実はもっとね別にフォーカスしなきゃいけない部分があるんですよ、料理人にとってはなんですけどね。っていうのが塩ですね。これの塩をどの塩を使うかとか、どれぐらい入れるのかで、正直私は本当にちょっとの塩で爆発的に広がる旨味をコンソメの中にぶち込みますでその爆発させるための塩というのは結構そのシェフによってかなり考えが違いますね。これはもうコンソメ作りの前の時点のフォンブランだったりフォンドボライユだったり、あとですね、ミンチで使う肉の質だったりとか、そこからの話になってくるので、もうここの話をですね料理人たちと話するのはもう盛り上がりしますね今回はね皆さんに分かりやすく鶏のミンチをこうメインにはさせていただいてるんですけども、基本は牛すね、を使ったりとか、人によってはね違う部位を使って、俺はこういう風にやるんだ、俺はね絶対こういう風に、ここはね絶対外せないんだとかっていうこの話をねお酒を飲みながらああだこうだ話す時がなかなかね楽しかったりする一場面だったりもしますね。はい。またねこの塩に関しては本当にね人によってかなりね厳しく見ているところがありますので、もしねこのコンソメ作ることがありましたら塩を最後に温める時にこうふっと入れるんですけども、その時に塩の違いを確かめてください。それがねすごい深いですよもう本当それをやり始めると本当に沼にはまるので、これがね面白いところなんですよねっていうところのちょっとね、余談の話が多くなっちゃいましたけども、こういう楽しいスープでもありますし、すごい厳しいスープでもあります。はい。ぜひぜひね、なかなか作るチャンスはないかもしれないんですけども、もしね、作る機会があったら、ぜひね、その塩の違いとか、旨味がどうやって爆発して広がっていくのか、ぜひぜひお試しください。ではね、またね、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。大野しずく、ぜひ楽しんでください。では、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。